今回はですね、サブバッテリーやってみようと思います。準備したバッテリー AC デルコボイジャー、モデルナンバーが M31MF で、これのいいところはディープサイクルバッテリー、充電放電を繰り返しても大丈夫なバッテリーだということです。で、完全になくなっちゃってもまた充電すれば元に戻るという、そんなバッテリーでした。それをこの 12V を家庭用電源に変換するインバーター、コンセントが3口ついてます。で、スイッチがあったり、関東関西の並列の違いかな、これは。それを切り替えられるとか、バッテリーの残量が見えるとかね。インバーター。これが、約 2000W。そして、これが走行充電器。これがですね、オルタネーターがバッテリーに走りながら充電しますよね。その充電する余った分を、この走行充電器を通して、こちらのサブバッテリーに充電してくれるということなんで、走っていればこの走行充電器働いてくれて、このバッテリーを充電しててくれるというもんです。素晴らしい。これが何かというと、走行充電器が熱を持つということで、ファンを使ってこの充電器を冷やした方がいいということで、ちょっと自作しました。これ裏側がフィンになってるんで、風を当ててそっちを冷やすと。クールエンジンのバイクみたいなね、ちょうどここにバギーがあります。こういうことですね。風を当てて冷やすというもんです。ガス抜き。バッテリーっていうのは充電をするとからガスが出るらしいんですよね。ガス抜きのホースをつけようと思います。これがスマホでサブバッテリーの充電状態が確認できると、そういうもんですね。いろいろやりながら見ていきたいと思います。箱を作ってみました。床に固定をするようにしまして、こうちょっと床を二重にしてベルトを入れてね、これぐるっとバッテリーを締めるような形で固定をしてね、バッテリーをこのタイヤハウスの横あたりに並べてでつけようかなと思っています。で、この上にベッドキットをつけてしまうんで、床下に入ってしまうということになります。邪魔にはならないんじゃないかと思います。電線を車のバッテリーから引いていくんですけども、この車バッテリーが2個ついてるんですよね。これ助手席側と運転席側の後ろ2つあります。簡列仕様なんで2個ついてるんですけど、まずはねつなげずにテープ貼って、最後にねこれはつけようと思います。通してみました。ここからね元の電線が通ってるところをね通していきました。でこっちが運転席側のバッテリーで、これが助手席から来た22スクエアのプラスの線です。そこに100アンペアのヒューズを入れました。で運転席側のバッテリーのこの奥、ここに穴があるんですね。一旦外に線を出して、でまた中に入れようといます。ちょうど FF ヒーターつけた時の穴があったんで、そこを使って出していきたいなと思います。この穴ですね、穴を広げてバッテリーの線も通るようにしていきたいと思います。斜めっちゃうな。穴を大きくしてバッテリーの配線が通るようにしました。バッテリーから22スクエアの3メーターの線を使っていきます。でプラス助手席のプラス側から1メーターの線を使って、あそこのヒューズまで持ってっています。電線カバー、これを外に出る部分につけていきたいと思います。電線を通していきます。テープで留めまして、バラバラにならないようにね。じゃあ通していきます。この穴から通していきますね。まず一回下に出していきますね。バイク突っ込んでてね。
と引っ張ってきて、よいしょでね、はい、よいしょきました。下の配線終わりましたんで、スロープから下ろします。じゃあ次にサブバッテリーのケースをつけていきたいと思います。ボックスを床に固定をしていきます。でね、完全に固定されました。次にこのバッテリーを乗せていきます。よっ、これはよいしょ、これと外しましょう。ことでね、黒いパッキンがついて、カバーしちゃえば。うわ、よいしょ、これね。冷却システムをね、ここね、非常に危ないのでカバーを作りました。こんな感じで隠れるように、これでね、通電しないように。でね、大丈夫でしょう。そしてこの取りました。これはとりあえず大丈夫でしょう。切れた。こうで、おでなんじゃない、入れてよしと、よし。
一応こっち側の、バッテリー側は配線全部つなぎました。走行充電器からバッテリー、エアコン、クーラーの線をつなぎました。こんな感じで上にカバーをね、安全対策を、感電をしないようにサブバッテリーがつながっているという状態ですよね。でこっちがメインバッテリーとつなげればこの辺がつくと思います。と緊張の瞬間ですがやってみます。見る。なるほどね。どっちからどうはめる。こっちからこう入れた方がいいかね。ここを通した方がいいでね。ちょっとまずこれ外すか。外しといてね。よいしょ。外しといてですよ。外してね。これも外して。外しますよ。よし。よし。OK。そして。OK。で、こうか。OK。ね。つけました。じゃあね。つないでいきます。よいしょ。では今絶縁してやったけど取ります。そしてまだ締めていきますね。ちょっと色味が欲しいか。これね一応タイラップで留めてあります。よいしょ。じゃあですね、エンジンをかけて、みましょうか。さあどうかな、緊張の一瞬。今日は来ている、こっち充電が来ているというランプです。こっちはソーラーなんでソーラーパネルをつけてないからこれは使わなくて、これはエンジンからもうすでにチャージされているというランプです。成功しました。状態がこれで一番正確なのかな。ちょっとねはめてで終わりで、あと助手席側ちょっとこっち側行ってると閉まらないんで、こっち側に何か置いてあるとまた閉まらない、チェックして、でここにシート止めておくものがある。これを外さないとね。そしてよいしょと、ここにね、これをはめて出しますね。出しますとこれ OK。 こちらこんな感じでできました。走行充電器を冷やすファン、そしてこれがインバーターでバッテリーがあって2つで、一応蓋もあると。蓋もつけました。こういうところね、カバーもつけました。ベルトつけて、固定しました。とりあえずこれで今テストして正常に動いています。そしてエアコンはどうでしょう。エアコンをちょっとつくかやってみましょうか。動いてますね。エアコンもエアコンのモーターも動き出しました。いいんじゃないでしょうか。とりあえずこのファンはバッテリー、モバイルバッテリーで動かすようにしてます、今のところ。
なんでね、こういうとこから空気が出てきますから、ここは冷えてるということだと思うんですけど、エアコンの冷たい風が出てます。またまた一歩車中泊に近づいてきました。はい、綺麗です。この上にあとはベッドキットをつけていきたいと思います。ベッドキットを組んでいきましょう。